はい、皆さんこんにちは。こんばんは。丸永盆栽です。はい、今回はね、これですよ。これは斑入りの木をね、またね、最近ブームだもんで集めてみましたよ。ね、こいつらをね、お手入れしていきますよ。よろしくお願いします。はい、まずね、最初はこれですよ。わかりますか？はい、これはね、ネムの木だね。斑入りのネムの木ですよ。ね、斑入りのやつは初めて見たけどね。これも園芸店で買いましたよ。はい、こいつはね、まあちょっと大きいんだけど、まあなんとかね、商品盆栽ぐらいにならんかなと思って。まあこっからミニだとね、これ取り木できるんかな、ちょっとわかりませんけど、ネムはね結構ね針金嫌うもんで、針金かけるとね結構ね枯れちゃうんだよね。枯れちゃったりその枝枯れを起こすもんで、まあ本当ならゆるーくかけるか、少しずつね2週間に一遍ぐらい、少しずつ強くするとかね、そういう風がいいかもわかりません。はい、じゃあねちょっとねほぐして根洗いして、だいたいこういうのはね畑の土かね培養土で割っとるもんで、よし、これもね根がすごい多いんだけど、まあ切るとねまた負担がかかるもんで、まあ針金もかけるもんで、まあちょっと根鉢大きくなるけど、今回もこのねサンドイッチ工法でこのね根は切らずにやろうと思いますよね。よし、こういう感じでね、これちょっと量が多いんだけどね、本当はねもうちょっと細かくっていうかね、こう返してこういっぺんに返すんじゃなくてね、もうちょっと分けて間によく土が入るようにしてやるといいかもしれませんけどね。丸中はちょっとせっかちングだもんね。せっかちングだもんでね。ご勘弁くださいよ。でこの最後のやつもねこう入れ込んじゃって、でこれね例のごとく麻ひもちゃんでぐるぐる巻きにしていきますね。はい、ぐるぐる作戦で巻いていきますよ。この時にね根鉢がねあまり偏らんようにちょっとこれ調節しながら、真ん中に幹が来るように調節しながらこうギュッギュッとねやるといいかもしれません。よし、これもね多分これ途中から切って出てきたようなやつだもんね。ちょっとね苔順っていうか太さが段になってるところがあるんだけど、まあ気にしたら負けでしょ。よし、これはね3ミリぐらいのちょっと太い針金でギューギュー曲げていきますよ。さっき針金嫌うとか言っときながら結構大胆に曲げてますけど、まあねなるべく枯れないように管理ねしたいと思いますよね。これ眠るからネムの木っていうかな、夜になるとね葉っぱがこうシューッとね閉じるんだよね、オジギソウみたいに。ちょっとなんか不思議な木だけどね、花もなんかね糸状のスモークツリーみたいなああいう花が咲くけど、よし、これちょっと深鉢に入れてこう模様木に作っていきますよね。曲がちょっと大きいもんね、あんまりきつく曲げるとね多分枯れちゃうもんね。なかなかこれもねミニ盆栽で持っとるけどね枝ができないんだよね。
枝を作ろうとしてちょっと針金かけるとこうやっぱり負けちゃうのかな。ちょっと気難しい感じの木だとは思いますけど、あ、これちょっと足りないね。足りない時はここをちょっとこれ丸くね輪っかを作って、でまた針金を足せばいいもんね。ね、あ、足りんじゃんと思ってね、また一からやり直さんでもいいですよ。ここからね固定できゃいいだけだもんね。まあ所詮ね。でここも輪っかにして、こういう風にして、であとはこの鉢の縁にね折り返していつものように留めておきますよ。でここを Z にギュッと締めるとね固定するんでね。はい、こんな感じで底面吸水をさせてね、みじんを抜いて、はい、再利用ねちょこっとのしとこうかな。よし、こういう感じで、あとはあまり触らないようにちょっと管理しますよ。続きましてはこれだね。これはね羽衣ジャスミンの斑入りいろいろあるんだね、斑入りもね。誰が開発するか知らんけどね、なんか斑入りになる薬でもあるんかねかけると斑入りになるとかね、何でもあるんだよね、斑入りがね。びっくらこいてたね。これはもう完全な培養土だもんで、ちょっと土がこうベタベタなんだけど、まあこういう培養土もね、やっぱりこの盆栽として管理するならね、乾かなくなっちゃうもんで、まあ、土は全替しますよ、洗って。よし、こういう感じでほどいて、これ1本かと思ったらね4本ぐらいで寄せ植えじゃないけどボリュームを出すために4本ぐらいにしてありましたんでね。まあ得したっていうのかどうなったのか知らないですけど、よし、これでね1本とか1個が4個に増えたってことになるんだね。よし、はい、これはもう後で植え替えておきますよ。ね、これも根を丸めてやりますけども、まあいつものようにねこうひっくり返してね、でこう土を入れてね、で根を畳んで、でまた土を入れて根を畳んで、まあこういう感じでね根鉢を作っていきますよ。ね、これはまあいつもね動画でやっとるもんで、まあそろそろ皆さん覚えてくれたかな。サンドイッチ工法これがねちょっと流行るっていうかね浸透すればいいなと思ってね、サンドイッチ工法ね。はい、これさね接ぎ木テープ、これもねあんまり接ぎ木とかもやらんで全然なくならへんもんね。いろんなことで使わなあかんよ。これはね今までこの深植えして寄せてあったもんね、そこが今まで土に中にね埋まっとったところが外に出るもんで、まあ一応乾き防止っていうか保護のために巻いておきますよ。でこの最後はねこの小よりを作ってねじって、この巻き始めか巻き終わりのところか、にこう中に入れ込んじゃいますよね。よし、じゃあねちょっとねこれ枝が多いもんで枝を整理していきますよ。これやっぱつる性なのかね、つるが伸びとるもんで、よし、こういらない枝をまあ意味枝と称して意味枝と称して枝を少なくして、
あんまり枝つけておくとね乾きが早くなるもんね。なので一応はね根は切ってないといえども、まだこの土に馴染んでないもんね。いきなりこの今までの葉っぱ全部をねこの小さくした根鉢で吸い上げを行うのはちょっと苦しいかもしれないね。なのでね少なくしときゃね、またゆっくりと新しい土に馴染んで、それからねまた枝が増えてくるもんでと想像して想像して作業してますよね。これは針金固定用のやつも短い針金もこうねストックしたら、ちょっとこれ浅鉢すぎたもんで中深の塩鉢に変えますよね。でこれを長い方を芯にして短い方をこのね差し枝にしてちょっと作ってみますよ。よし、じゃあねちょこっとこうね土をすき込んで、でこの振動でコチ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 ってこうね振動でね隙間に入れ込んで、そして固定していきますね。この辺はね何度も見て、いつも見てくれとる人はね同じことの繰り返しですけども、ね園芸とかこのねミニ盆栽も植え替えなんてのは同じことの繰り返しだもんね。よし、こんな感じでちょっとねバランスを整えて、はい、じゃあ水を入れて、よし、羽衣ジャスミンですよ。はい、今度ねこの調味料の鉢に1個入れてみますよ。さっき分けたやつを。でこれもね曲をつけたいところだけど、そこはぐっと我慢して、とりあえずこの土に馴染んで慣れたら曲をつけていくでね。その方があれでしょ、木に優しいでしょ。木にね優しいからね。よし、そういう感じで最初ちょっとこれはね間延びした感じでかっこ悪いかもしれんけど、よし、これで後で曲つけるでね。いいねこの T シャツね、推しと一緒だよね。はい、羽衣ジャスミンの超ミニ盆栽の出来上がりですよ。よし、次はこれですよ。これはねこう白山木の斑入りですね。初めて見たんだけどね、あんまりよく知らないんだけど、白山木ってどういうやつですかとりあえず斑入りで買ってきましたんで、育ててみればわかるでしょね。これはほぼ鹿沼土だね。鹿沼土とちょこっと腐葉土か培養土が入ったような感じ。はい、じゃあねこう回転台の上をちょっときれいにして、よし、これもね植え付けていきますよね。あんまりこう根が伸びてないんですけども、これは植わっとった植え土を再利用して、そんなに多分ね植え替えて間がないと思うんで、これは土の感じからして感じからしてね。はいこんな感じでねちょっとこれは曲を入れてみましたよね。ぐにゃぐにゃっとこう曲を入れて、でこれもね四音鉢2号中深に入れていきますね。はい、基本用土を入れてね、こういうねボールみたいなやつですをポンって入れるだけだもんで、植え替えやすいでしょ
ということにしときますか、皆さんね。はい。これもね、根は触ってないでね、ボールの根鉢の外をつついてるだけだね。よし。じゃあね、乾きを防止のために少し細かいやつを入れてトントンしますよ。そして底面給水をさせて、はい、白山木の斑入りのミニ盆栽出来上がりましたよ。ね。よし。まあこれはね、カットしてもよかったんだけど、どうしてもこうね、切るとね、こうなっちゃうんだよね。だからなるべくね、枝は切らんようにしとるんだけど、枝を切るとこうやってね、刺したくなっちゃうので、まあ皆さんもそうだと思うけど、まあ盆栽やってる人はちょっとね、病気だもんで挿し木種まき病っていうのがね、すぐ伝染してっちゃうもんで、皆さんに気をつけてくださいよ。もう家中っていうか庭中が盆栽でいっぱいになっちゃうよね。はい、こんなわけでね、次はこれね、なんだっけ、これはよくわからないですけど、斑入りのやつね。まあ、この時点でね、樹種名を書いた札を必ずつけておくことをお勧めしますよ。ね、この 2,3 ヶ月は覚えておいてもね、半年1年経つとね、必ず忘れちゃうもんね。なので樹種名は書く癖をつけてくださいよ。ね、そんなの見ればわかるっていうね感じの人がよくおるけど、絶対わからなくなっちゃうでね。はい、ここは素直に丸中の意見を聞いてくださいよ。ね。よし、それじゃあね、最後にね、並べて皆さんとお別れしたいと思います。ね、たくさんできたでしょ、これ。羽衣ジャスミンもね。よし、こんな感じでね、こんだけできましたよ。それではね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。にゃお。はい、じゃあね、チャンネル登録もね、よろしくお願いしますよ。バイビー。